すみません。おはようございます。おぎそです。YouTube のスケッチですね。スケッチを描いてみよう講座第何弾か知りませんが、やってみます。桜のですね、根っこを描こうかなと思ってですね、もう散ってますけど、散り出してますけどね。それではちょっと解説を別で、取って、音を入れておこうと思います。この日の次の日ですね、ライブペイントで、50号のアクリルから油絵に描きました。2021年3月27日、28日なんですけども、でですね、28日の日がですね、朝から天気が悪くてですね、天気予報では少し早めに晴れるんじゃないかと言っていたんですけども、結局はなかなか11時半12時ぐらいまでは天候が悪くてですね、非常にピリピリしていたんですが、ちょっとその時ですね、福岡からわざわざ来てくださった方すみません。あんまりもうお話もお相手もできなくて、ちょっとこの場を借りて、お詫び申し上げます。ちょっとですね、テントもですね、びちょびちょやったし、どうしようかと思っていたところで、ちょっと僕車に戻って、少し考えようかな、どうしようかなって考えようかなと思って駐車場に停めた車の中から現場を見ていたんですけども、そうしたらですね、ちょっとね、知らない人が一人いる感じがして、またその福岡の方じゃないんですよ。私の道具っていうか触っていたんですよ、こちょ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 。現場のスタッフでもなくてですね、でそれで飛び出して今ちょっと絵の具をポンと置きました。でこういう場合はあんまり僕はもう水をつけずに、画面構成を考えながら絵を描いていくことが多いです。ぜひね、もうYouTube の佐賀テレビさん YouTube チャンネルに残っているアーカイブの3月28日の前半、なぜイライラしていたかというと、やっぱり自分の画材触られるのってこれダメなんやと思ってですね、イラッとしてですね出て行って、でももうその時にはちょっと触ってないんですけども、でももう雨が降ってる中で桜をさあどうして描こうかと、桜を自分の絵を見っていう感じで立ってずっと見ていたんですが、話したいというので僕の視界にずーっと入ってくるんです、その人が。あと30分もすれば生配信というかですね。でも雨は全然止むことなく平筆で書いております。でもちょっとこれはちょっと頭の中が整理できないというかですねっていう状況だったから、あれスタートの時で学生も遅刻していたんですけども、相当イライラしていたというのが真相です。だからですね、やっぱり私たちにとって道具っていうのはね、本当に命ですから、やっぱ勝手に触られたりするのはやっぱりダメみたいですよ。私はそう思いました。確かに僕何度か画面の中でちょんちょんちょんと置いていっております。何度か確かにあったなと思って思い出すと、今まで古典とかしていても結構画材、絵をですね現場で描いたりするんですけども、緑を置いていってます。これまさに本当にライブペイントで描いた場所の前日だから、こんだけ天気が良かったんですけども、1日目27日はこの状況やったから、機嫌もよくよしいけるかなと思ったんですけども、2日目が予定が大幅に変わって、アクリルで行くか油で行くかっていう天気予報見たら晴れるという感じだったからですね、油で行ったんですが、あれずーっと足元にですね雨がかかり続けていたんですよ。で徐々に体が冷えてきて、学生たちもテントが狭くて、濡れている状況だったんで、ちょっと福岡から来てくださった方近くで見ることができなかったんで申し訳ありませんでした。こういうふうにあれ見てもらったら分かるんですけど、ね、ずっと足濡れていってて、カメラマンの方も半分ぐらい体濡れているんですよ。でだからその状況でスタートしていたということがありまして、だからもう当日の朝に急遽屋内で、ライブをするというのは無理で、どうしましょうかねっていう感じで、外で天気予報的にはっていう中で、始まる30分40分前に、道具を触られていてイラッとした。確かに過去に古典などで、その場で書いている時にトイレかなんか行って戻ってきたら、もう思いっきりそのところに座って画材をベタベタ触っているということがあって、
一回思いっきり怒ったことありますもんね。さすがにその画面の表面を触られていて、それがちょっと水彩の仕事をしていたのですごいデリケートな仕事やったんでですね、手の油がつくともうそれだけでこうやってですね、画面の全体をですね、セザンヌなんていう人はこういう感じです。画面の全体の中で暗い色をポンと置いてみたり、線の導線っていうんですけど、動く勢いですけども、こういう風に置いて逆の動きをこう置いてという感じで、描いていきました。万一途中で何かアクシデントがあっても画面としてはある程度成り立つような今回は描き方をしています。この動画最後までぜひ見ていただけると分かるんですけども、最後に完全なるアクシデントが起こるんですね。そういう時にでも対応しやすいという方法ですね。でこのことをやっておくことによって頭の中でこの辺にこういう絵を置いて、こういうのを色を置いて、こういうコンポジションを置いてというのをイメージしやすいんですよ。でも正直50号というサイズはやっぱりパッと見て視覚の中に全部が入るというサイズではなくて、あとあまりにも状況が悪かったから離れてみることも、28日の方ですけどしにくい状況やったから、天気が良かったりテントが例えば一回り大きかったりすればまだ状況は違ったんだろうなという感じがしております。また機会があったらやれたらなというふうには思います。約45分でこの日はもう一つスケッチのコツを上げておりますが、45分で2枚描いております。もう少しじっくり見たい方はもう一つの方を見られたら、やっぱ同じように画面の構成的に暗い色をポンポンと置いたりとかしていってるのがわかるかと思います。今回はちょっとですね、桜の写真を左の下の方にでも置いておきますので、それも参考に見てみてください。どうしても写真を見ながら描くのと現場では違うというのは、見せ場をどう見せるか、見せ場とかですね、画面をどう作るかということに主軸を置いて、言葉難しいな、例えば背景とかも見えてはいるんですけど、まず桜をどう見せるかということをメインに考えて、描いていってます。紙はこれはアルシュという水彩紙でございます。筆も2、3本で描いてます。ライブペイントの2日目の画材とかほぼ見せなかったんですけども、筆に関しては実は4本しか使っていないんですよ。帰って洗おうと思ったら4本しか使っていないことに気づきました。あれも本当画面も濡れてしまったら困るし、困るのは水と油なので水が含まれてしまうと弾くんですね。それが困るし、そして画面を何か触って貼る髪の毛の薄いおっちょろの人がおるから、もうその人がずっとかまってて、もう絶対かまってオーラを出されてはるんですけど、それはやられるとやっぱ困るというかですね、特にアクシデントが起きている雨の中でスタートせんといかんという状況の中ではさすがに対応できないしっていうのをね、なんかやっぱりその辺のバランス感覚がある人ない人っていうのはやっぱり世の中いるのかもしれませんね。でちょっと細い筆でもちょっとアクセントをちょんとつけながら、前回は画面が逆光だったんですが、今回は順光というか光がポンと当たっている状態ですね。透明水彩の30色セットを使いました。ちょっと事の真相とその福岡の方、お土産まで持ってきてくださったんですけどね、ちゃんと謝罪をせんとなとは思ってたんですけど、ある程度スタートして乗ってきたりすればですね、落ち着くんですけども、やっぱり始める段階って難しいのかもしれませんよね。なんとなくね、ああいうライブペイントは特に状況がこう違った場合とかですね。これ結構面白いのでね、なんか佐賀テレビさん以外でもどこかでね、どっかのテレビ局さんとかが YouTube チャンネルとか持たれててってあったら全然できるんちゃうかなふと思いましたもんね。どっか富士山を描く静岡放送よりとかやってみたいですよね。自分のチャンネルじゃなくてもいいんで、なんかそんなんやったらめちゃくちゃ面白いなと思いましたもんね。あといっぱいスーパーチャットありがとうございました。学生がね、なんかこう読んでいいか悪いかみたいなのがあれ2日目と1日目違う子たちがバイトしてたんですけども、1日目の子たちの方がやっぱ天気も良かったからですね、すごく対応が上手で多分 YouTube 結構見てる子でやったような気がするんですね。2日目の子はちょっと戸惑いとかもあったりですね、そういうのも結構面白いなと思いました。初めてだったんで、読んでもらえるというのの楽さありがたさは多少感じましたが、雨とかですねのそういうアクシデントというのは大変だなということを思いました。
だから古典などしている時、私なんか結構実際に書いてたりして、そんな遠慮なく声かけてもらっていいんですよ。全然遠慮なく。で画材なんかも触っていいですよって言ったらいいんですけど、やっぱりね、描いてる絵を触られるのはやっぱ嫌みたいですね。何かねあったらっていうのもあるのかもしれないですけどね。ということで点々点と打ちながら、ちょっとこれは細かくディティールまで45分以上書こうかなと思っていたんですけども、最後の方でちょっとアクシデントが起きるんですが、白とかも入れながらですね、なんかこうライブペイントのコメントで、どれぐらい前から準備されましたかっていう質問があったんですが、こういう準備も含めてですね、場所決めに関してはもうどうしてもテレビ局の近くということを考えていたので、かなり限定的になりました。ここから何分ぐらい、水変えたりですね、なんかするのにトイレに水流したりするのに可能な限りね、その会社の方に、のトイレとかで水を洗ったりする、筆を洗ったりするということでということもありました。日頃はですね、大きいペットボトル2個ぐらい持ってって汚く汚れた水はその中に入れてとかしてます。もう一つはきれいな水は2つ大きいペットボトルを持ってって、きれいな水と空のペットボトルを持ってって、空のペットボトルに汚れた水を入れてっていうことをしております。で少しずつこうディティールを、ここの幹の部分がもうちょっと書く時間がライブペイントの時あればよかったんですが、初めの本当午前中の2時間ってもう空白の2時間ぐらいの感じでした。足元が濡れ続けて、雨に打たれて風がずっと吹いていた。でテントの中になんとか入ってるんですけどね、だからガタガタ震えながら途中からちょっと意識がおかしくなってきてたんですね。やっぱ人間ってそういうこと起こるんですねって思いながら、午後は晴れてきてだいぶ調子よくなってきてたんですけどね。で暗い色ぐっとまた置いてみたり、徐々に画面の中でそういう色が増えていきながらですね、でも増やしすぎるか否かみたいなのはバランスですよね。そのバランスというのもすごく大事になってまいります。こんな感じで、画面全面を置いて、最後はちょっと桜の花びらみたいなのを、白を使いながら点々点というふうに書いていきました。これを今録音しているのが本当ライブペイントの次の日です。大変でしたね。またぜひ皆さんアーカイブとして残っておりますので、見てみてください。何点ぐらいですかって言われて、正直本当に日頃描いてる絵が100点ぐらいを目指して100点に近いとすれば、55点ぐらいですよっていう感じはありますね。もうちょっとこうなんか中継と前景の扱い方とかを考えればよかったなとか、構成的にもうちょっとこうすればよかったな、ちょっとベタになりすぎたところがあるかなとかっていうところがあったりしますし、どうしてもこう欲張りすぎて岡田のアトリエと桜ということで、スケッチのコツのもう一個の方の桜を選んでおいた方が良かったのかもしれないなっていう後悔があって、もし来年もまたやってくれと言われたらおそらくそっちを書くと思います。という感じで、ちょん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 と書きながらこの筆よく使ってますよね。掃除の時に見つけて、今こう入れた線ちょっと右上がりの線なんで、画面の中でいいアクセントになったなっていうのは分かりましたかね。アクセントになるものと、また邪魔なものは省くという作業も実は画面の中でしていくっていうことがよくあります。これで白をちょんちょんちょんと入れながら最終的に細かく描いていきました。こういうふうにあまり水をつけずにですね、画面の中で、暗い色、明るい色、面とか色とかで、画面を引き締めるということをされてみると、時間的にはだいぶ省略して描けるというか、ポイント、コツというかですね、ポイントを絞って描けるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後までぜひご覧ください。なんか侵入者がまた現れます。それでは最後までよろしくお願いします。チャンネル登録といいねボタンを押してくれると嬉しいです。惜しくも1万人いってるか否かぐらいだと思います。公開されている時よろしくお願いします。お疲れ様です。いや、これ予行演習。でもね、あららら、
テント屋だテント屋がまさか誰か柿野さんなって思ったんテですけど。ント屋さんだった。テント屋の社長が来たよ。立てますか？立てましょうか。了解です。こんにちは。こんにちは。ね、社長が買ってくれるんだってこの絵。やったー。これ動画撮ってるけど、あ、そうですか。顔映っていい？あ、いいですよ全然。いい全然。ね、いいでしょじゃあどうする？う。今40分ぐらいかなこれで。すごい早い。そうそうそう。明日もっと大きいの描くのよ。うわ。これの。もう一つできてますね。こっちはね、あっち側のやつ描いて逆光だったんでもうちょい触ってるか触ったらダメよ。ね。見るだけ。何書いてるでしょう。何描いてるでしょう。ここ書いてるでしょ。さくらの花。そう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 正解。でも疲れた。疲れた？ねえ、一生懸命書いたもんね。ちょうどあ、そうですか。中尾さんがうん。皿踊りをしていただいた時にちょっと多分生まれたと。こんな感じでどうですか？どうですか？かわいい。かわいい。ありがとう。嬉しいね。終わったよ。お腹空いたからね、僕もね帰ろうかなと。すごい。ビューッと。いいですね。45分。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。